中入りみたいな感じですね。中入り、深入りですね。深入り、中深ってとこですかね。細かく言うとですね、そうですね、多分これが膨らむと思います。一番この膨らむ様子とかベリー感って言いますね。はい、ベリーコーヒー豆産地飲み比べ企画イエーイということで、皆さんこんにちは、ケンユです。今日もまた多藤さんのところに来させてもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何しに来たかっていうと、コーヒーの豆の産地がいろいろ違う豆をちょっと用意させてもらって、はい、これのちょっと飲み比べをしたいなと、思いました。近所のスーパーで豆の状態で売ってるので、で多藤さんよくコーヒーを入れる前にひこうねって言うじゃないですか、あれをちょっと僕も意識しまして、この豆の状態のやつを好んで買うんですけれども、ただ味の違いがよく分からないんですよね、どの豆がどういった味なのかっていうのをちょっとですね、飲み比べたい、それにちょっと多藤さんにお願いをしてちょっと入れていただこうかなと思っております。豪華っすよ。いいですね。僕も興味ありますよ。本当ですか、でちょっと紹介しますけれども、一つ目がタンザニア、キリマンジャロキボ、という豆でですね、標高が900メートルから1500メートル、品種がブルボン、ケント、アラビカ種ですね、でウォッシュド、生成方法がウォッシュド、ということです。ウォッシュドっていうのは、一回パルプを剥いで水洗いして、乾燥、焼きを入れるということですね。でもう一個が、ブラジルショコラ、こっちがですね、標高が1000メートルから1100メートル、品種がカツアイ、ムンドノーボ、これも沖縄県でよくありますね。栽培されている品種ですね。でプロセスがナチュラル、ということですね。ナチュラルっていうのは、果肉がついたまま乾燥させるっていうものですね。もう多藤さんの動画見てください。最後にこれです。エチオピアイルガチェフェ、標高が 1800m から 2350m、高いですね。高いですね。エチオピアいいですね。いいですね。これがフリーウォッシュ&ナチュラルっていう、プロセスでいうと、ナチュラルウォッシュド、その間っていう感じですかね。フリーウォッシュって書いてあるのは結局発酵させて、ミューシュレジが分解されて洗いやすくなってるっていう意味なので、ウォッシュドですよ。もうウォッシュドですか。ウォッシュドですね。ウォッシュドとナチュラルって書いてあるので、こう、混ぜたんですかね、きっと。そうなんですね。なるほどです。この、3つの豆を、ちょっと今回飲み比べしていきたいと思います。どっちが美味しそうとか、それぞれ個性あると思いますけれども。そうですね。これどちらも結構有名な産地場所で、もうエチオピアのイルガチェフェって言ったらもうほぼほぼコーヒー屋さんは知ってていい豆ですね。個人的には僕エチオピア好きなんですけども、ブラジルもすごく一般的なナッツ感が個性的なもので、タンザニアもね、キリマンジャロっていうとそのタンザニアの中でも、キリマンジャロの地域で採れたものしかキリマンジャロは名乗っちゃいけないので、タンザニアの中でもまた特殊ないい豆っていうことになると思うんですね。ちょっと僕も楽しみですね、飲み比べ。ありがとうございます。ということで、皆さん、今回、代表選手たちを用意しましたのでご自身のですね、あなたのコーヒーライフの参考になればと思います。それでは今回やっていきましょう。それぞれの豆の状態です。こっちからタンザニアキリマンジャロキボ、ブラジルショコラ、エチオピアイルガチェフェ。お父さん、タンザニアの方が豆の色が薄い。そうですね。焙煎度合いが中入りみたいな感じですね。中入り、深入りですね。深入り。こっちは何入りですか。中深ってとこですかね。細かく言うとですね、ライトロースト、シナモンロースト、ミディアムローストとかいろいろあるんですね。イタリアンロースト、フレンチローストとか、シティロースト、フルシティとかいくつかあるんですけども、その中で分類するとフレンチとフルシティとミディアムっていう感じですかね。豆の特性によってこういう風に焼いた方がいいよみたいなのは
あったりはするんですか？はい、これもですねやっぱり正解不正解ではなくて好みとして聞いていただきたいんですけども、はい、標高の高いところのいい豆、まあ、僕は個人的にはエチオピア大好きなんですけど、はい、エチオピアは浅入りで欲しいですね、まあ、深入りでもいいんですけども、はい、なんかちょっともったいない気持ちがしてしまうんですよ。産地のこう味を知りたいので、はい、こう浅入りでエチオピアのみたいなそんな感じですね。深くすると割とまあなんか濃さが焦げ感というか、そうですね、出るんですか？はい、苦味とコクが増して、はい、甘みと酸味が減るっていうことはどの豆にも傾向として現れるので、はい、その甘みとかそういったものをしっかり味わうためにはやっぱり浅入りで、そうですね、飲んだ方がいいということですね。面白いですね、そっちの方が面白いですね。抽出始めていきましょうか。ありがとうございます。全然違うな、色が。引いてもらいました。全然違う。これ引き方の細かさみたいなところは、はい、どういった風に、これは今中引きなんですけど、はい、浅入りの豆をさっと通したい時すごく粗く引くんですよ。はい、で深入りを濃く出したい時っていうのはもっと細引きでやるんですけど、はい、コーヒーって、はい、要素多すぎてなんかもうそうなんですよ。要素が多すぎるコーヒーに関してはこんないっぱいあるのっていうぐらいのイレガチェフェ。キリマンジャロ入れ方は均一にいきますので、はい、5等分して順々に入れていきます。わかりました。はい、ですね。そうですね。多分これが膨らむと思います一番。膨らむ様子とか。同じ抽出方法にします。はい。まあ抽出の再現を一緒にしたいのではい。同じ。じゃあ飲み比べていきましょう。おお、これ贅沢ですね。そうですね。僕も興味ありますね。加藤さんありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ついに皆さん夢が叶います。3種のコーヒー飲み比べ、皆さんも気になっている方多いと思いますけれども、じゃあまずどっから行った方が。まずここ行きましょう。まずここから。一番浅く焼いてるやつですね。はい、浅入りの。浅入りの中入りぐらいですね。中入りの。キリマンジャロ。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱり浅く焼いた感じで果実感が、本当ですね。みかんの皮をちょっと炙ったような感じというか、そうですね。まあ真っ先に出るのが果実感っていう言葉が出ましたね。なんか、紅茶と柑橘っぽいなんかやつが飲み込むときに鼻の奥からふって。そうですね。少しレモンの感じと、やっぱ明るい感じですね。こう紅茶のようなレモンティー。そうですね。あ、レモンティーっぽさがある。ありますね。ありますありますあります。なるほど。なるほど。美味しいですね。美味しいですね。なんかすごい。ああ、うまい。やはりこう深入りはない特徴というか、ありますね。美味しかったな。こんななんだ。はいはい。次イルガチェフ行きましょうか。エチオピア。エチオピア。あ、乾杯です。あ、乾杯。大事な大事な儀式。はい。皆さん乾杯です。あ、やっぱ甘いですね。全然違う。エチオピアはこういう甘さがあるんですよ。このさっきぐらいこれ中深ぐらいだったんですけど、まあシティローストぐらいだと思うんですけど、そこまで火通してもこの甘さがあるっていうのはやっぱりこのエチオピアの良さというか、ありますね。確かにさっきみたいな柑橘のようなシトラスのような酸っぱい系じゃないんですけど、
すごいなんか、しっかりと甘いみたいな、濃く甘いみたいな感じがありますね。はい、もうさすがエチオピアって感じですね。あ、全然ちゃう。でこっちの方がなんか癖がない感じがしますね。初心者はなんか飲みやすいようなそうです感じがしますね。おそらく多くの方はこれ好まれるんじゃないかなって気はしますね。はい、美味しいですね。美味しいですね。全然ちゃいますね。面白いですね。全く違いますね。そうそう、全く違う。やっぱ飲み比べることによって気づきやすいですよね。気づきやすいですね。何のお茶なんですかこれ。そうですね。まあ僕たちはこれ、ベリー感って言いますね。ベリーってストロベリー、ラズベリー、クランベリーとかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい。まあなんかこうピンポイントでズバンって出る時もあるんですけど、雰囲気としてはまあちょっとベリー感のある甘みというか、そういう感じは言いますかね。確かに。ベリー感。あ、すごい。いや面白いですね。コーヒーいろんななんかフルーツ隠れてますね。そうですね。じゃあではブラジルいきます。ブラジルショコラ。じゃあ乾杯。お疲れ様です。お酒みたいですね。結構すっきりですね。すっきり。まあ、これはちょっと豆の量を多くして飲んだ方がしっかり深入りを味わうっていう風に楽しめそうですね。はい。油が出るほどピカピカ焼いてたのでもっとしっかり苦味とコクがあると思ったんですけど、思ったよりもすっきりですねこれ。本当ですね。すっきりあっさり。やっぱコーヒーらしい。コーヒーらしい。なんかこっちに似てますね。そうですね。味わいとしては近いですね。甘さはこっちの方があるのかな。そうですね。ちょっとでも少し苦さというかコーヒー本来のうまさもありつつ、これ一回ちょっと飲んですぐ戻ってもらったらすぐ分かると思うんですけども、全然甘さがこっち上ですね。本当や。甘いですよね。甘い。面白い。飲み比べ。そうですね。やっぱ飲み比べると分かりやすいですよね。ちょっと砂糖とか入れたらもうレモンティーみたいになるんじゃないですか。そうですね。また冷めてくると印象がまた変わってきますね。本当ですか。いや僕こっちちょっと好きやな。僕も個人的にはこっちですね。なんかコーヒーって砂糖入れなくてもこんな甘いですね。そうですね。コーヒーの面白さの一つですかね。はい。なんか香りが甘いですね。そうですね。持っていくときにワインなんかも容器がふわってなって、花かぶってると香り回るじゃないですか。まあ日本酒もそうなんですけど、ここが薄いのと厚いので、口当たりが変わって、同じ液体でも味わいが器によっても変わったりするので、そうなんですね。深く掘り下げるとだいぶまた深いですよね。多分ね結構新鮮ですよこれ。まだみんなベリー感。焙煎日は書いてないんですが、賞味期限がだいぶ先なので1年、焼いてそんなに時間経ってないはずなんで、いいコーヒーですよね。まあいい悪いってあんま言いたくないんですけど、いい豆ですごい浅入りにした時に、なんかね桃だとかですね、マンゴーとかですね、さっき言ったベリーとかですね、グレープだとかですね、グレープ出る時っていうのはワインっぽさ、あれは発酵によって出た風味なんですけど、バシッと決まってる浅入り飲むとうわーって思いますよ。うわいいなーっつって思いますね。マジっすか。もうドカーンときますねあれ飲むと。いいですね。僕もそこまでちょっとたどり着きたいです。ありがとうございます。すごい。いやこちらこそ楽しかったです。勉強になりました。はい、ということで、今回は、エチオピア、そしてブラジル、タンザニアのコーヒー豆を、実際に入れてもらって味の、評価を、比較を、飲み比べをさせていただきました。達夫さん今回はありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。またちょっと持ってきていいですか、いろいろ。もしあれば。はい。はい。では皆さんもですね、コーヒー好きな方が多いと思いますけれども、今回の動画をちょっと参考にしていただいて、ご自身でもですね楽しんでいただけたらと思います。でまた、こういった豆は、どうかとか、いろいろと、質問とかコメント、あると思いますので、ぜひ、コメント欄に、お願いいたします。僕もできる範囲で、ちょっと調査させていただくのでよろしくお願いします。で
達夫さんのコーヒー栽培の、動画、コーヒー栽培の様子はですね、概要欄の方にありますので、ぜひこれからコーヒーやってみたいよとか、で実は今育てているんだよっていう方も参考になるところが多いと思いますので、ぜひそちら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回も沖縄県うるま市の、達夫さんのところにコーヒースタンド、ディライトファーム達夫さんのところに、来させてもらっております。ぜひ沖縄県うるま市来られた方は、寄ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ達夫さん、また今日も最後に総括あ、そうですか。はい、一言。そうですね。今日の総括はですね、二言でもいい全然コーヒーを楽しみながらくつろいでいただいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで最後までありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。すごい大きなチャンスができそうなんですね。それは何かというと、はい、こう国際的なコーヒーの豆品評会が沖縄で開催される可能性があるんですね。はい、でそこに品評会に沖縄県産のコーヒー豆を出したいと。まあこれは